20歳を超えてから絵を描き始めてプロを目指すのは遅いのか。こんにちは。イラストレーターのネグです。遅くないです。というよりは、遅くなかったです。というようなですね、私自身の体験を書いた記事を、先日、ピクシブファンボックスの方に投稿いたしました。で、今回はそれに触れつつ、どういう風な勉強を当時していたのかということを動画にしていこうかなと思います。ただ、人によって環境というものは違うので、あくまで一つの参考程度に捉えていただけたらなと思います。動画の構成といたしましては、まず一つ、私がプロを目指すまでの実体験。二つ、勉強方法。で、3つ目、その勉強方法を実際どういうふうに活用していたのかという実例。この3部構成で動画をお届けしようと思います。はい、それでは動画を見ていきましょうの前に宣伝です。今月もですね、ピクシブファンボックスの方で、今月描いたイラストの PSD データとメイキング動画を公開いたしました。そちらの方もですね、どうぞよろしくお願いいたします。それと、この YouTube を始めてからですね、この私のコロソの方のイラスト講座を見ていただけてる人が増えたみたいで、いやもう本当にありがとうございますという感じです。ありがとうございます。はい、それでは私がプロを目指すまでの実体験をちょっと語っていこうかなと思います。その間にですね、後ろにちょっと過去のイラストの変遷を流しておきます。まず、私自身が絵を描き始めたのは大学4年生の時です。大学で専攻していたのは主にプログラミング関係のことだったので、絵に関してはご覧の通り素人でした。最初は趣味で描き始めたんですけれども、2017年の下旬頃には本を買い始めて真剣に勉強を始めました。最初の数ヶ月はほぼ人体クロッキーに時間を費やしてましたね。で、翌年2018年ですね、大学院に進学したんですけれども、どうしても絵と真剣に向き合いたくて、1年の休学申請を行いました。で、この休学期間の上達次第では、絵の道を諦めるつもりでした。結果的にこの休学期間はすごく、有益なものになったんですけれども、ただこのようなやり方にはリスクが伴います。なので、こういうやり方を人に強くお勧めできるかといえば難しいところです。あくまで一つの参考程度に見ていただけたらなと思います。そして絵を上達させるためには自分の描きたいものだけを描いているだけでは不十分です。必ず自分の脳みその外からの情報が必要です。自分の場合はそれが本でした。で、基本的に本で知識をつけて、この期間は解剖学を学ぼうとか、光について学ぼうとか、パースについて学ぼうとかっていうことを繰り返していました。なんですけど、それとは別枠で人体クロッキーだけは常にやるように心がけていましたね。それでは私がやっていた勉強のサイクルを見ていきましょう。まず一つ、勉強。これは反復練習や知識をつけることになります。そして二つ目、その勉強を活かしたイラストを描くことです。そして3つ目が課題、反省点を見つけること、そして挑戦。これに関しては後で、詳しく話します。で、この課題を見つけるということがすごく上達につながると思っています。基本的にはこのサイクルの繰り返しです。勉強だけをするとか、一枚絵だけを描き続けるといったことはしませんでした。理由は課題を見つけづらくなるからです。ではその課題をどうやって見つければいいかですよね。初心者の方には特に自分のイラストの反省点を見つけるということは難しいと思います。なぜかというと、何が足りないのかっていうのを理解するためにも知識がいるからです。で、そこで効果的だと思うのが、上手い人の絵を見ながら描くっていうことですね。上手い人と比較することで、描きながらでも自分に足りない部分に気づきやすくなると思います。で、なんならそこから真似できる技術も見つかると思います。
で、これは私は未だにやっています。私より上手い人なんかやっぱりインターネットをちょっと探すと大量にいますから。で、これは、絶対にやっていただきたいことだと思ってます。例えば、2018年当時すごく参考にしていたのが、画家の今井隆弘先生です。リアルなタッチの絵なんですけれども、絶妙なデフォルメ加減に憧れてましたね。顔の描き方とか陰影のつけ方を真似て学びました。こうやって見ても1ヶ月でちゃんと上達が見えますよね。やっぱり上手い人から学ぶということの重要さを伺えます。で、もう一つ実例を。2年目は背景に力を入れ出します。で、その時に特に参考にさせていただいていたのが、コンセプトアーティストの富安健一郎先生です。どうやったらもっと魅力的に見えるのかとか、そういうことを考えながら、見て学んでましたね。で、YouTube もやられているので、ぜひ見てください。すごく勉強させてもらいました。ちなみにめちゃくちゃ影響を受けてます。特にこのイラストに関しては色濃く影響されてますね。イラストも YouTube も本もいろいろ見させていただいて勝手に研究させていただきました。このように参考や目標にしている人から学ぶということは私はすごく重要なことだなと思っています。それでは、挑戦的な課題とは何なのか。新しい知識を取り入れたり、やったことない技術を見つけることです。そういった新しい知識を得るためには、やはり本を読むという必要がありました。都市図法とか解剖学などは書いているだけで学ぶというのは難しかったですから、本としてはカラーライトとか分かりやすいんじゃないかなと思います。例えばですけれど、この本の34ページにキャンドルと炎の光っていう項目があります。このイラストはそこに書いてある光の減衰っていうものを理解するために描いたイラストです。で、こんな感じで少しずつやれることを増やしていきます。一気にいろんなことを試すっていうのはやっぱりおすすめできませんね。慣れないことを試しすぎてクオリティが低くなっちゃったら得られるものも少ないですから、焦らずに少しずつ学んでいきましょう。はい、ここで私の絵を描き始めた1年目の勉強内容を振り返ってみましょう。1年目は大学から帰った後、バイトとかがない時間に勉強をしていました。で、どういうペースでどんなことを学んでたのかっていうのを見ていきましょう。特に学生の方からすると参考になるかもしれません。はい、まず最初の数ヶ月ですね。正直あんまり見せたくないんですけれども、この期間は、勉強サイクル、先ほど話した勉強サイクルには従っておらず、基本的に1枚絵を描くこと、そして模写だけですね。それを繰り返していました。なので5ヶ月にしては成長が見られないんですけれども、模写の効果っていうのは現れていて観察力は上がっているように見えますね。はい、そしてそれから2ヶ月後のイラストがこちらになります。結構上達が見えますね。この間にパースに関係する本と先ほど話したカラーライトという本を購入しています。本を買って課題がより明確になったのか上達のスピードが上がっているように見えますね。で、なんとなくアイレベルや光源の存在を少しずつ理解しようとしているように見えますね。で、この間も模写を続けていたようで車もそこそこ描けるようになってます。なんですけれど反省点とかはあんまり見つけられていないなという印象です。本に書いていることを次々に試そうとしている、そういう期間ですね。はい、そしてまた2ヶ月後のイラストがこちらです。ここでは今までやってなかったような挑戦をした痕跡が結構見えます。まずアイレベルが分かりやすく設定されている。そして空気遠近法を使っている。あとは空の色に変化を持たせていたり、サンビームを描いているとか、少しずつできることを増やしていますね。ちなみに今言ったことは全てカラーライトに載っています。
はい、もちろんこの2ヶ月の間、このイラストしか描いていないわけではなく、ちゃんと他にも何枚か描いてます。そしてこちらが1ヶ月後のイラストになります。怪獣同士の戦いを描いたようなイラストですね。で、この時はゲームのコンセプトアートとか、そういうのをすごく参考にして勉強していた時期です。で、海の向こうの街の描き方から空気遠近法に慣れてきたっていうことがわかりますね。そしてこの右下の人物の周りに明暗のコントラストをつけて視線誘導を試みています。どんどん新しいことを覚えようとしていってますね。ただ残念なことに左側の怪獣が暗すぎてすごく見えづらいですよね。これは明確な課題だと思います。ちなみに3年後に似たようなコンセプトの絵を描いてます。このようにですね、上手い人の絵を見ながら描くときは、できるだけ似たコンセプトの絵を用意しましょう。はい、そしてちょっと時間が経って3ヶ月後、画面を暗くしてごまかすということをやめましたね。で、このイラストの亀の甲羅が家になってます。この3ヶ月の間に立体物の描き方っていうのを勉強して、この家を描いたみたいです。で、そして手前の植物をぼかして遠近感を出すということも覚えたようですね。さらに水面からの反射光を描き慣れているように見えるのは、このイラストを描く3ヶ月ほど前にですね、すでに経験済みだったからです。このことから少しずつ学ぶということの重要性が伺えます。はい。で、この亀のイラストは当時の私からするとすごく上出来のイラストでした。で、こういう絵が描けるとすごく自信がつくし、上達を実感できますよね。次の1枚は、絵を描いたこの1年間の集大成のようなイラストになってます。逆光とか空気遠近法、光のエフェクトとか、今まで身につけた知識を極力活かそうとしてますね。そして自信のついた私はここで二点透視図法に挑戦してます。逆に言うと二点透視図法に挑戦するまで1年かかってます。はい、本動画をまとめていこうと思います。で、改めて言います。二点透視図法に挑戦するために1年かかってます。遅く聞こえますよね。でも、明らかに成長が見えます。やはりですね、多くのことを一度に試そうとせず、このイラストではこれに挑戦してみよう。みたいな、そういった堅実な勉強が役に立ったように感じます。そしていろんな知識を身につけるということも大事なのですけれど、それと並行して模写も続けていました。そのおかげで観察力が磨かれて上達のスピードっていうのが上がった実感があります。観察力が上がったら上手い人の絵から学べることも多くなると思います。という感じで動画としては以上で終わりです。私はこのように勉強しましたけれども、それが皆さんに合うかどうかはわかりません。それでもですね、皆さんの参考の一つになれたら嬉しく思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。